西岸宗光です。今日は20代女性 Q さんからいただいたご相談です。とても苦しんでいる友人がいます。友人は1歳の子供を持つ父親です。彼はもともと自責や不安が強いタイプですが、その分仕事でも責任感が発揮されとても優秀です。奥様は何でもできる美人のバリキャリで、年収も高く、いわゆるパワーカップルで、傍から見れば理想の夫婦です。でもその理想が彼をずっと苦しめていたようなんです。仕事の責任といい父親、いい夫、それら全てを自分の心を犠牲にしてやってきた。だけれど限界が来たということです。友人が奥様に打ち明けたそうなんです。自分は自分と君の描く理想のために頑張ってきた。でももうこれ以上頑張り続けるのは無理かもしれない。そして奥さんから返ってきたのは、それは困る。父親としての責任を果たしてくれる父親を私は求めているという言葉だったようです。私はとっても驚きました。その友人はとても責任感があって一生懸命で真面目な人です。その彼がその言葉を正直に奥さんに伝えることにどれだけの葛藤があったのだろうと。一番の理解者であるはずの妻がどうしてそんな言葉をかけられるのかと。私は父親が苦しみながら子供と接することは良いと思えません。子供は少なくとも私はそうだったから。そうして育った子供は心に深い傷を負う。私は友人に離婚を視野に入れてもいいと、そうなんじゃないかということを伝えました。ただ彼にとっては子供の養育を放棄するということは決してできない、そんな考えのようです。でも私から見たらどうしても誰も幸せにならないように見えます。養育費という形で最低限の責任を果たして彼が心から穏やかに暮らすことのできる場所を探すことはそんなに悪いことではないと思えてしまう。彼はこの価値観から抜け出せないのでしょうか。また抜け出そうとすることは彼を苦しめるのでしょうか。人それぞれの人生があって、友人である彼も私とは別の存在で、その人の価値観を無理に歪めることは傲慢なことであると理解しています。だけど私自身にあるべきという姿にとらわれた苦しんだ過去がありまして、それを手放すことを覚えてからとても楽になったということを知ってほしいのです。だから彼が少しでも楽になれるのならと思ってしまう自分もいて、第三者である西岸宗光様のご意見を伺いたいと思ってご連絡いたしました。とっても長いお話といいますかご相談の内容でしたので、ちょっと簡単に要約というか、重要なところを整理してみようかなと思います。ご友人がいらっしゃる。そのご友人は今とても苦しんでいらっしゃるということですね。責任感が強いタイプで頑張り屋さんで真面目ですと。で結婚していらっしゃってお子さんと奥様もいらっしゃる。でいよいよ、頑張りすぎて限界が来て奥様に気持ちを打ち明けた。もう限界かもしれない。そうすると奥様からはそれは困りますと。ちゃんと父親で夫でその責任を果たしてくれる、そういう人であってほしいという気持ちを返されたわけですね。そしてそのことを知った Q さんがいたたまれず、こうしてご相談をくださったように、整理できるかと思います。今回のご相談はですね、ご友人の方
の問題をどうすれば解決できるか、あるいはご友人の人生にとって良い選択は何かなどというご相談ではなくてですね、Q さんご自身もおそらくご相談の中にも書いてあったようにご自覚があったんだろうと思うんですけども、Q さんご自身のものの見方、あるいは大切な人との関わり方というところにテーマがあるんだろうと思いました。まずお気持ちはすごく素晴らしくて、ご友人を心配していらっしゃる Q さんの気持ち自体はね、優しさそのものだと思うんです。全く否定するようなところもないですし、間違ったところもないなと相談文を読んでいて思った、そんな感想を持っております。でしかしですね、最も Q さんが今そのご友人に対してお伝えしたいことは、理想の父親だったり、理想の家庭だったり、理想の夫だったり、そういうことにとらわれすぎると苦しいよ、それを手放してみると楽になるよということだと思うんですね。それは Q さんのご経験の中に Q さんが今手に握っている答えがあったからとも言えます。それは Q さんにとっては紛れもない宝ですね。この人生を満足いくものにしてくれたり、苦しみから救ってくれた、そんな宝のような経験で、知恵で素晴らしいものなんでしょうけれど、やはりそれをもってですね、他の人、自分とは違う人の正解が導き出せるというわけではありませんね。経験があれば人を導いて人を変えられる、そんな世の中では、そんな仕組みではありません。私はそう信じています。そしてもう一つ考えてみたいのは、おそらく Q さんの中にもしかしたらですね、奥さんはこんなふうに反応すべきだったとか、友人はもう少し手放して楽になろうというふうに考えるべきだとかね、父親とはこういうことを大切にすべきだとか、そういうべきがたくさん入ってませんでしょうか。Q さんは書いてくださっておりました。あるべきという価値観にとらわれて苦しんだ過去がある。それを手放すことができて楽になった。それが分かるから友人を見ていて救いたいなっていう気持ちが強い。Q さんご自身のべきというとらわれは確かに手放せたと思うんですね。だけれど今自分ではない別のところにそういうべきを求めてしまったり、べきを軸にして人を見てしまったりジャッジしてしまうようなことになっていないか、それを今一度問い直してみてほしいなと感じました。随縁という前後がありまして、今ここにある縁を
大切にして、無理にねじ曲げたり変えようとしない。そして今できる最善を尽くす、そんな姿勢を促すような表現で使われます。友人の力になりたいという気持ちは純粋に本当に素晴らしい優しさであって、称賛されるべきものですし、とっても理解できますし、だけれども最初に申し上げましたその気持ちの使い方ですね、関わり方を少し変えてみるという視点もあっていいんじゃないかと思うんです。無理に変えようとしないで、例えばご友人の気持ちをよく聞いてみる。もっと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 吐き出せるようにゆっくりと聞いてそばにいてあげる。もうすでにやっていらっしゃると思うんですけど、それだけでいいような気持ちがしますね。そしてちゃんとですね、Q さんが Q さんの立場で Q さんの今持っていらっしゃる優しい真心そのもののままでご友人と関わることを徹底する。それだけでいいように、あるいはそれで十分なように思います。Q さんがご友人を正解に導いたり助けてあげるという必要はなくて、Q さんが今持っていらっしゃるお気持ちがそのご友人の力になりますようにという願いを込めてそばで見守る、口を出さず見守るというのは非常に心が必要ですし、エネルギーも必要ですし、我慢覚悟が必要なことです。生半可な気持ちではできないからこそ Q さんにならできると私は思いますし、そういう関わり方もあるんだよということを知っていただいた上で、改めて Q さんがご友人と向き合った時にきっと Q さんもご友人も少しでも苦しまずに最善の人生を歩める、そういうヒントのようなご縁がまた新しく始まるんでないかなと思いました。Q さん、そして動画を見てくださっている皆様に誠に感謝申し上げます。ありがとうございます。